健介、聞いているか？ならもう少し反省した態度を見せてほしいものですね。まったく、クオン様にも困ったものだ。私たちに何の相談もなしに自ら京にまで出向いてしまうなんて。それができるならこうしてわざわざお前を捕まえたりしておらんわ。そもそも私たちが何を言ったところで聞いてくださるクオン様ではありませんからね。念のために言っておきますけど、私たちは何も小言を言うためだけに呼んだわけではありませんからね。心配をしていたのだとわざわざ言わないと分かっていただけないのですか？謝れば済むというものではありません。クオン様も健介殿も並々ならぬ剣の腕前をお持ちだということは分かっていますが、旅先ではどのようなことが起こるとも知れません。野党などに夜討ちをかけられることもあれば、多勢に無勢という状況に陥ることもあったでしょう。それが戦場であるなら傷を負い、万が一命を落としたとしても武士として恥じることはなく、名を残すこともできるやもしれません。ですが名を伏せた旅の最中でそのようなことになれば、お二人だけでなく国に残された我らも悔やんでも悔やみきれぬというもの。当のお二人がそういうお考えでいるから、その分周りの者が気をもまねばならぬのですが。麦穂よ、それくらいでよかろう。美月様、クオン様も健介も根っこのところはそう変わらん。結局は自分の信念に基づいて動いているのだから、周りが何を言ったところで無駄というものだ。だがまるで反省の色が見えぬというのもあれだ。少し急を据えておくとしよう。小僧、表に出ろ。出先で鬼たちとやり合ったと聞いたぞ。お市様と手合わせしたともな。ならば少しは成長もしていよう。久しぶりにお前の力確かめさせてもらうぞ。おーりゃー！さすがに一撃では決まらなかったが、ならば
受け止めてみせるくらいの気概は見せてほしかったのだがな。さて、もう少し楽しませてもらおうか。細かいことを気にするな。ほれ、早くかかってこんか。おう！力比べで勝てるつもりか？ぬるいわ！お前も遠慮なく胴に打ち込んできたではないか。私とてそこら辺は考えて、膝ではいかずに足の裏で優しく押してやるだけにしてやっただろう。おお、面白いことを言うではないか。よかろう。甘いわ！五臓六腑を破ろうなどと100年早いわ。でーりゃー。気を失ってはおらんようだな。まあ、力を込めている隙を狙うというのは誰でも考えることだ。技を仕掛ける本人さえもな。別段準備などいらぬわ。本来
斧に込めるべき力を先に解放してやるだけでいいのだから。隙をついたと喜び勇んで飛びついてくる者ほど無防備に食らってくれるからな。改めて力を練り上げる時間などいくらでもある。ん？そうだが、誰かに聞いたのか？お家流について。ほう、相変わらず仲が良いのだな。十二分に加減はしていただろう。どこか骨が折れたというわけでもあるまい。美月様、骨さえ折れなければ怪我ではないというわけではないのですよ。まったく、せっかく無事に帰っていらしたのに、こんなことで怪我などなされて。お前が反省の態度を見せんからだ。はいはい、どちらが悪かったかは後で決めてください。まずは手当てをしないと。擦り傷は大したことなさそうですね。強く打った場所などはありますか？ではそちらは様子を見るとして、とりあえず擦り傷だけ手当てをしておきましょうか。はい、それはもちろん。そうですね。説明するのは少し難しいのですが、軽く拳を作ってこう前に出してもらえますか？それで私がせーのと声をかけますので、指を一本立ててみてください。では、いきますよ。せーの。もう一度やってみますか？せーの。わかるというか、感じることができるんです。はい、今ので言えば、実際に健介殿の指が動くより先に動こうとする気配のようなものを感じて、それに合わせて私も指を上げてみせただけです。ですからそれだけなのですよ。相手の出方を感じることができるからといって私の対応を上回る動きをされてしまったらどうすることもできません。それに美月様のような方を相手にするときにはあまり意味がありませんので。
りがとうございます。そう言っていただけると嬉しいです。さあ、次は美月様の番。手当てなど必要ない。そう言わずに。ほら、頬に赤い跡がついてるじゃないですか。弾け飛んだ石か何かでこすったのかもしれませんね。こんなもの、唾でもつけておけばすぐに治るわ。ダメです。美月様はそう言っていつも放っておくじゃないですか。ああ、美月様は薬が苦手なんですよ。麦穂！なんです？本当のことを言っただけじゃないですか。怪我そのものではなく、薬を塗られてしみることに怯えるだなんて。どうしてこんな方が鬼柴田と呼ばれて恐れられているのか不思議で仕方ありませんね。麦穂貴様。とにかく手当てなどいらんと言ったらいらんのだ。感情的になっている時は動きが読みやすくなるんですよ。麦穂！余計な怪我を増やすつもりか！素直に手当てをさせてくれない美月様が悪いんです。さあ、健介殿も手伝ってください。はい、押さえておかないと逃げられてしまいますから。健介、分かっているだろうな。貴様！覚えていろよ！美月様、健介殿は美月様のことを思って手を貸してくださったのだから、後で乱暴なことはなさらないでくださいね。では行きますよ。待て麦穂、まだ心の準備が。ほら、手を伸ばしてください。嫌だ！伸ばしたら薬を塗るんだろう？当たり前です。他に何の目的があるって言うんです？嫌がらせ。そんなわけないじゃないですか。なんだその間は。怪我の治療、それだけですよ。ね？何度も言ってるだろ。こんなかすり傷、唾でもつけときゃそのうち治るってのに。そのうちじゃ困るんですよ。明日、いや今夜にだって戦があるかもわかりません。美月様は織田勢の要、それをご自覚くださいませ。美月様にはどんな時も万全の身でいていただかなければならないのです。麦穂。というわけで、健介殿、しっかりと押さえておいてくださいね。やはり我慢できん！ほら、いい加減にお諦めなさいな。
ほら、ここにも切り傷ができていますよ。そんなもん傷のうちに入らん。そんなことを言って放っておいて傷が生んだらどうするんですか。そのくらいなら自分でできる。ダメです。自分で自分の腕にどうやって包帯を巻くのですか。それははいはい、包帯の前に軟膏を塗りますからね。ゲゲ、それは飛ばして包帯を巻くだけにしないか。わからぬことを。薬も塗らずに包帯だけ巻いても意味がないじゃないですか。あるある、傷が見えなくなる。いい加減観念なさいませ。ほら、たっぷりと塗って差し上げますからね。しびるしびる。まだ塗ってません。このわっぱのようにダダをこねているのが織田の誇る鬼柴田とは。仕方がないだろう。誰にだって苦手なものの一つくらいはあるだろうが。あら、美月様に苦手なものなんて終わりになりましたっけ。あ、そうだ。確かお茶とおまんじゅうと伺ったことがあったような。いつぞやの仇を取りに来たな。卑怯な。卑怯とはどの口がおっしゃるのかしら。しびる。なんですか、大げさな。戦場では矢傷も刀傷も恐れたことのないくせに。それとこれとは話が違うのだ。その違い、私にはどんと分かりかねます。また女子のような悲鳴を上げて。健介殿も笑っていますよ。健介貴様。そうそう、濡れ衣といえばあの時はよく濡れましたね。執念深い女だなお前は。あら、楽しみなことだとおっしゃってらしたじゃないですか、美月様。余計なことばかり覚えてやがる。覚えのいいのは私の取り柄ですので。ああ言えばこういう。さすが健介殿、戦局を見る目がおありですね。ぐわー、ちくしょう。お前たち覚えてろ。はい、楽しみにしております。